どうもソンツンです。今日はこれから2軒気になるお店がありまして行ってこようと思います。で1軒は今まで動画には出てこなかったんですけれども、動画撮影中でも個人的にも何度も通り過ぎたことのあるお店ではあるんですが、そういえば1回も入ったことがなくて、非常にね安い価格で食事提供しているというお店があるんですね。でもう1軒はずっと前にですね一度動画でちょこっと出てきたことはあったんですけれども、改めてそのお店の方に行ってこようかなと思います。でまず現在地ですが、マカオ内港エリアのこちらシーダーハウというですね広東語で呼ばれるエリアのところに来ております。でここからですねほんのちょっと南側、つまり世界遺産のマコーミュ側の方にほんのちょっと歩いていきましたらお店になります。でそこにですね路線バスのバス停があるんで、この路線バスのバス停をちょっと過ぎたところにですねお店があるわけなんですよ。路線バスバス停とセブンイレブンを通り過ぎて、これも何人かの視聴者さんが行くっていうお店がこのランジエっていうですね広東スイーツのお店があるんですけれど、そういったところも通り過ぎてですね今前に見えている緑の看板のところですね、このお店になるんです。リエンデクワイさんと言います。メニューはこんな感じに、なっているんですけれども、ライス系のやつであればですねほとんどが27、8、9パタカぐらいからの値段になってるんですね。で高くても30数パタカなんですよ。これねマカオに一回も来たことがないという方は分かりにくいと思うんですけれども、何度も来られる方だったらですねすごい安いじゃないって実感されると思うんですけれど、ちょっとここでですね食事したいなと思います。はい、過去にここで食事したことがある視聴者さんもいらっしゃるかもですが、店内はこんな感じになってます。注文して出てくる速度はめっちゃ速いアイスミルクコーヒーになります。普段はミルクとガムシロップ抜きとリクエストするんですが、今回はもうあえてリクエストなしでそのまんま注文してみました。普通に飲んでるように見えるんですけれど、心の中ではあんまと叫んでましたね。でこちらはイーシャンチェーズという日本でいうと麻婆ナスに近いと思います。でこれが29パタカなので円安のレートでも600円するかしないかぐらいだと思います。で四川料理の一つであるんですが、全然辛くはなくてむしろ酸味が少し効いた料理になります。お店を出た後にお店の評価っていうのを話しているので、このまま動画引き続きご覧になっていてください。はい、じゃあ全部食べてきました。じゃあ先ほどの店店内そんなに広い店内ではなかったので、いつものように喋りながらっていうわけにいかなかったのでね、アフレコかもしくは字幕で対応ということにはなりますけれども、イーシャンチェーズファンというのが29パタカですね。あれね他のお店で食べるとね多分40パタカぐらいはするんですけれども、いやねなかなかねボリューミーでね、味としてはねよくあるイーシャンチェーズファン、平均点ぐらいの味ではあるんですけれども、量もたくさんありましてね良かったんじゃないかなと思います。であとドンカフェアイスコーヒーに関してはねあれ13パタカだったんですけれどね、他のお店で飲むと17パタカ18パタカぐらいはねしちゃうんでね、安かったとしてもあれもね、お得な値段ではあったんですけれども、味は甘かったですね。ミルクキャラメルぐらい甘かったですだからすいません、あれに関してはねもう半分ちょい飲んでねちょっと諦めさせてもらったんですけれどね、ガムシロップ入れないでっていうかねリクエストはできるはずなんでね、もしこの動画見て行かれる
っていう方ですね、飲み物を注文するときは、甘さ控えめとか、伝えるようにしてもらえればいいかなと思います。で今回の動画ではあともう一軒行きたいお店がありまして、これ過去動画の中でもうねちょっと古い動画ではあるんですけれども、世界遺産を全部歩いて回るっていう動画の中でですね、ほんのちょっとだけ出てきたお店ではあるんですけれども、最近お店がですねポルトガル式エッグタルトを、なんか販売始めたということで、他の人の投稿とか見ていると結構なんか列に並んでたりする時もねあるそうなんですけれども、これからそのお店の方に行っていきたいと思いますので、まずはですねこのシーダンハウというエリアから世界遺産の、ローレンス教会とかの近くか、そっちの方へねこれから向かっていきます。でシーダンハウからちょっと移動してきてですね、この道をこれから歩いていきます。イエモウというですねこういう路地の中を入っていきます。でこのアーケード状になっているところをですね通過していきまして、で有名なアーモンドクッキーのお店ですね、ズイシアンビンジアというところもさらに通り過ぎていきましてですね、でその後ちょっとここまっすぐですね坂道を上がっていきます。で最近のマカオあるある、これねラージージャンって書いてるんですけれど、ゴミ捨て場なんですね。これ手をかざすとですねこれが開くんですけれど、こういうゴミ捨て場のところにもですねウォールアートで綺麗になっているっていう、こういうところがマカオ最近多いんですね。ウォールアート付きのゴミ捨て場、シャッターの隙間から猫ちゃん、いろんなところを通り過ぎて、さらに坂道を上がっていきますと、聖オーガスティン教会だとかロバート・ホートン図書館があるエリアになります。2026年の3月ももう終わりなんですけれどね、なんか3月中盤からもうすでにね気候が夏になってますね。じゃあここから世界遺産エリアに入ってきました。聖オーガスティン教会、そしてロバート・ホートン図書館で、この壁のところがですねドン・ペドロ5世劇場となりまして、こういったところも通り過ぎて、そこまではいかないんですけれど、ローレンス教会の方向へ移動して歩いていきます。こっちがドン・ペドロ5世劇場の正面側、そしてここの道ですね、ローレンス教会の方向へ向かう感じで歩いていきまして、もうここからであれば数分の距離ですね。じゃあこれをまっすぐ歩いていくだけです。思っていたほどは並んでないんですが、でも外までこうして人が並んでるっていうのは初めて見たな、このお店で。じゃあこちらですね、ジャンシービンディエンになります。ではこちらは見ての通りベーカリーで、店内ではいろんな菓子パンが販売されています。以前にお店の一番人気商品シャーウォンという揚げドーナツみたいなのを紹介したんですが、どうやらこの日はそれはすでに売り切れだったようです。今画面に入れているアップルパイっぽいのもなかなか人気があるようでしたね。じゃあ買ってきましたよ。いや非常にねちっちゃい店内ではあるんですけれどね、なんか僕がねお店に並んでからね、その後もひっきりなしにねこう人が、来てましてね、いやすごいわ。じゃあ4個買いました。1つが9パタカになります。わ熱っ、出来たてほやほやを提供してくれたんでね、いやこれみんなそのエッグタルトを求めに来てるんですよね。まだまだ手に持ってみるとねちょっと熱いんですけれど、これ生地がですねミルフィーユ状になってるんですね。で焦げた部分がカラメルか何かなのかな。じゃあ1個食べます。熱い。でも生地がねこうサクサクしてて、さっきのコーヒーよりも甘さ控えめなんでね、食べやすい。まあねエッグタルトは
出来たてって相当美味しいな。じゃあ、あとの3つはね、持ち帰り、嫁とかにもあげたいんでね。ちなみにこのエッグタルトなんですけれども、僕がお店に行って注文してね、5、6分ぐらい待ちましたかね。タイミングによりますね。ちょうどエッグタルトがね、できている時に、行けばね、待つことはないと思いますけれどね。僕行った時はちょうど焼いてる最中で、だいたいそれが5、6分くらいね、中で待ちました。でこのジャンシー・ビンディエンの新しい商品エッグタルトなんですけれど、マカオのね有名なインスタグラマーさんたちがねなんかバンバン取り上げて以降ね、すっごいねあそこに並ぶようになったんですね。SNS の力って相当なものがありますね。あっという間にねなんか人気店になったんじゃないでしょうかね。以前からね人気はありましたけれどね、あのお店、有名なベーカリーですのでね。ということでですね、今回は2つのお店に行きましたけれども、両方ともアクセスしやすい場所にはありますので、ジャンシー・ビンディエに関しては世界遺産歩きの途中に寄れますし、でリエンド・クワイツさんのお店に関してもポンテ16ホテルとか、あと他のね観光地からも近いところでありますので、気になりましたらぜひ寄ってみてください。じゃあ今日はここまでにしときますね。マカオ散歩ソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩に出かけましょう。バイバイ。